原作を読んだ感想としてはでも本当に素直にすごく素敵なお話だなと思って。対象と現代を行き来するっていうお話なので、いかにその時間軸の感覚だったりとか、でもその中で行われていることは恋愛なわけであって、なんか音でどういうふうに表現しようって思った時に大正時代の空気感の音楽みたいなものはすごく僕も勉強して、でそこと現代的なキャッチーな音みたいなものをうまく融合させれたら理想的なものになるんじゃないかなっていう構想はもう読んだ段階からありましたね。この大正ロマンという物語は、今こうやってスマホでたくさん連絡を取れる時代で、好きな人にもいつでも会いに行けるような時代の中で言葉だけで交わされる恋っていうのがとってもなんか綺麗で儚くて切なくてロマンチックだなって思いました。この物語のきっと切ない部分、この会えないけれども思いがどんどん募っていくっていうところが一番キーとなって楽曲ができていくんだろうなっていうふうに私は思ったので、とにかくその切ない恋心っていうものを歌で表現したいなとは思ってました。沈むように溶けてゆくように。僕らは小説を音楽にするっていうユニットですけど、映画のテーマソングを作りますよとか、なんかそういうイメージではないので、本当に小説としてアウトプットされた物語っていう一つの核の部分を音楽としてまた別の表現方法でアウトプットするっていう感覚なので、この音楽を聴いただけでその物語をちゃんと分かってもらえるようにするとか、その世界観を音楽でしか伝えられない方法で伝えていくみたいなことを考え出すとなかなか難しいなって思うことは日々感じてますね。原作が決まったタイミングからどういう風な曲になるかなっていうのはイメージするんですけど、でもほとんどの場合予想をはるかに超えた作品が届くのでああ素晴らしき世界に今日も乾杯、街に飛び交う笑い声も見てみ、ジャンル的なものも含めて自分とはが想像してたものとは違う方向で来ることも結構あるので、あ、そういう風に解釈したんだなって思って、だから割と180度変わる時もあるので、この世界で何ができるのか、でもその自分とは違う捉え方をしたんだなっていうことも含めて、なんかYOASOBIらしさなので、曲を作る人と歌う人で違うものを持っていて、それがお互い感じ取ったものをまた一つの曲に完成させるっていうか、毎回オーディションみたいな感じなんですよレコーディングに行くまでその細かいその裏声地声どこで切り替えるとか、本当にそういうのも含めて全部任せてもらってるので、レコーディングの日まで。YOASOBIのボーカリストのｉｋｕｒａとして気をつけてることの一つに、すごくたくさん準備をしていくことっていうのをいつも心がけていて、それは本当にこういうコンセプトのユニットだからこそ、実際に歌うまで正解がわからないので、もういろんなパターンの歌い方を用意していって、じゃあこうしてみてああしてみてって言われたことに自分の中の引き出しから答えを探し出せるようにっていうことはすごく意識してたりするので、私はYOASOBIを始める前からずっとシンガーソングライター生田リラとして活動していて、自分で自分の曲を書いて歌う時は自分が思ったことを書いて自分の思ったように口に出して歌を届けてっていう、YOASOBIのｉｋｕｒａは小説の主人公として歌を載せるっていうことを意識してるので、意識的には全く違うというか、私自身かそれとも原作の物語の主人公なのかっていうところは大きく違うなと思います。なので歌い方もｉｋｕrａの時は曲によって声の使い方を変えてみたりとかするので、全然違う感覚ですね、自分の中では。生田リラが私自身ではあるんですけど、なんかもう一つの自分が
イクラみたいな感じで、なんかすごくこうカメレオンみたいな感じですね。自分的にはもう一人のイクラっていう人物が。イクラは生田リラとしてシンガーソングライターとしてこう自分の弾き語りの動画をアップしたりとかしていて、それを SNS で発見して声をかけたっていう感じですね。彼女の歌が一番すぐ想像にこう結びついたというか、こういう曲歌ってみても面白いんじゃないかなこの人はとかみたいな想像がこうブワッと出てきたのが彼女だったので。いつものように過ぎる日々に群青という曲が私の中ではとても大きな曲でした。ちょうどYOASOBIを始めて1年経つか経たないかぐらいでレコーディングした曲なんですけど、それまでは本当にこうまだ自分の正解が分からなくて、イクラとしてどういう風に歌ったらいいかっていうのは毎回新しい発見と模索とっていう感じだったので、どれが正解か分からないっていう思いもあったんですけど、でも群青の時に自分がこういう風に歌ったらいいんじゃないかなと思ってコーディネートしていったそのものをレコーディングで披露した時に初めてそのまんま OK だったというか、あとは歌の精度が上がればイクラちゃんの表現したい群青そのままでいい気がするって綾瀬さんに言ってもらえて、なんか掴んできたタイミングだったというか、こうやってYOASOBIのイクラは歌っていったらいいのかもしれないっていうようなものがちょっと分かってきたタイミングだったので、なんかYOASOBIやってきて1年ぐらいでやっとなんか一つ重なるものがあったなっていう感じがありました。どのクリエイターさんにアニメを作っていただくかっていうところはもちろんチームで相談して、こちらからオファーさせていただくんですけど、ただ実際に制作に入っていただいてからは僕の方からこう何かこういうふうにやってほしいだったりとか、こういうイメージがあってっていうことはほとんど基本的には伝えてないですね。そのアニメーターさんだったり映像作家さんにこうお願いしている段階でその人の過去の作品だったりとかを見ていいなと思ってオファーさせていただいているので、その人のクリエイティブをやっぱり尊重したいなっていうところはすごくあって、ある程度はやっぱ好きにやってもらえることが一番大切だなとも思っているし、YOASOBIはいろんなメディアとこう一緒に混ざって奥行きを持たせてっていうような、そういう化学反応みたいなものを楽しむことでさらに面白みが出てくるみたいなユニットだと思うので、そのクリエイターさんの思ったクリエイティブと僕らのクリエイティブがぶつかっていい化学反応が起きるっていうものを楽しむっていう方がなんか素敵なんじゃないかなと思ってますね。ある日突然にそれは訪れた出来事、始まりはいつの手紙。もう綾瀬さんから楽曲届いた時にこれはすごい曲になるぞと思って、今までにはなかったテイストでその歌謡曲っぽさというか、綾瀬さんが感じ取ったその日本の昭和だったり大正時代の音楽の癖というか、ちょっとこう拳が入る感じだったりとかリズムの取り方だったりとか、そういうものがすごく感じられたので、まず曲のベースの部分の対象感のある音楽とは何ぞやっていうところに行き着くまでにだいぶ時間はかかりましたね。大正時代に流行っていた音楽をベースに作ってもそれは大正ロマンともまた違うなとも思って、この雰囲気を絶対崩してはいけないなと思って、特に A メロ B メロあたりのそのニュアンスっていうのはとっても気をつけました。現代的ではありながらもやっぱりその古風なその歌謡っぽさっていうものをうまい具合のバランスでどういう風に歌で乗せられたらいいかなっていうものをすごく研究して、拳的なものを入れたりしゃくりをこう入れてみたりとか、でも入れすぎるとこってこてになってしまうのでYOASOBIらしい爽やかな感じもうまく調整しつつっていう部分のそのニュアンスがとっても大変でした。今の人たちが聞いた時に大正っぽいねだったりとか、大正の香り、大正ロマンの香りをその色味みたいなものを感じ取ってもらうバランスを考えると
大正時代の音楽をそのままやるもイコールではなくてっていうようないかに大正の風を感じてもらうかっていう最初の音楽の楽曲の基礎みたいなジャンルだったりメロディー感だったりを決めるところが一番苦労しましたね。意識してる遊び心は僕自身もソロのミュージシャンとしてのやっぱりいろいろ夢だったり目標もあって、いくらはいくらで生田リラとして一つ夢があって、それぞれがミュージシャンとして確固たるものを芯を持ってやっている中で、2人の待ち合わせ場所的な感覚でというか、夜遊びだからこそやれるみたいなものを2人で模索しながら、それでも同じ方向を向いて進んでいくっていうようなユニットなので、なんか活動全体自体がもうかなり遊び心でやっているところはあるというか、本気で遊んでるって感覚でやってますね。やっぱりまだ、ライブというフィールドでは有観客ではまだやれていないので、まだまだライブでの見せ方っていうのはもっともっと面白いことができるんじゃないかなっていうふうに思ってるので、音源だけではなくてライブというフィールドでもっともっと夜遊び見せていけたらいいなって思ってます。今度は有観客でお客さんの目を見て歌える場所だからこそできるなんかパフォーマンスしたいなと思いますね。具体的にはまだ思い浮かんでないですけど、届けるパフォーマンスするという意味ではどんどん巻き込んでいきたいというか、もっともっと夜遊びだったり私の歌の世界に連れて行きたいっていう思いはあります。